今回は動画前半にネドジュンさんと本体さんの対話について、動画後半にネドジュンさんご自身の過去のトラウマを癒し、内側で源とつながり、愛で満たした実体験をご紹介します。私自身の本当の私、真が、それを私は本体さんと呼んでいるんですが、その本体さんとずっと対話を続けてるんです。そしてごく最近こう尋ねたんです。心の中が苦しい人は、その人の周りの外側にも苦しみが生まれますか？外側は私だ。私の中には苦しみはない。え？私が内側にいる？この外側の世界はあなたなんですか？神様、あなたなんですか？そうだ。君たち、人間の内側だけが苦しみを感じることがある。外側の世界は私の中だから苦しみは存在しない。すべて人の心の中にしかない。そうなんですか。へえ。そしてまだあるんですか？体は外側の世界に属しているんだよ。あなた方の体は私の中にある。そうなんだ。体って外側に属してるんだ。中って私の心だけ？そうだ。心と体がつながればエネルギーが満たされて、心と体が馴染み合えば、それは外側の私の空気とつながる。つまり私たちが愛に満ちて喜びに満ちて外側の世界を喜びで体験すると神様の空気が入ってくるんですね。私たちの中がより一層幸せになり、神様も私たちの体験を吸い上げて私の体験を見ててくれる。体って外側なんですって最近聞いてびっくりしたんですけど、だから私の体だと思ってますけど、神様の側に属してるんです。心だけが私たちの方というお話がありました。そしてなぜかわからないけれど、自分の内側で愛とつながって、それでエネルギーを満たしていくと、自分も元気になり、そして何かトラブルがみんな勝手に解決していく。これは起こりうるということが探求をし続けて分かってきました。そして本体さんが、自分の内側で愛と源につながって自分を愛で満たすことができるようになった人は、人類の中からブラックホールを一つ消せたことになる。そういうふうに言われました。ですから逆に言うと、傷ついた時ってめちゃくちゃチャンスなんです。次に、私自身が傷ついた体験や心のブロックを癒し、自分の内側で愛と源につながって自分を愛で満たした体験をお話しします。それは中学生の時に受けたいじめがきっかけでした。今思い返してもかなりひどいものでした。ある日廊下ですれ違った男の子に臭いって言われたことから、あっという間にその言葉が学年中に広がっていきました。休み時間が終わり教室に戻ると、自分の机がなかったんです。誰かが机を持ち出し、焼却場の方へ投げ込み、私の私物や教科書はトイレなどに捨てられていました。結局すべて買い直すことになりました。自分の席がなくなっている光景を目の前にした瞬間、私の心は処理しきれず、プツッと途切れたのです。そこからの記憶がありません。その期間の記憶がごっそり抜けてるんです。大人になっても教科書がなくなる夢を何度も見たり、心の奥深くにずっと残り続けていました。でも大人になるにつれて学びを深める中で少しずつ心の中に変化が起きました。
ちょうど阪神大震災の後、だいぶ後で大人になった時のことです。電車に乗っていた時にふと思ったんです。もし今、当時私をいじめていた人たちがこの電車に乗っていたら、もしここで地震が起きたら、私は命がけで彼らを助けられる。そう思ったんです。本当に自然に。それである程度抜けたというか、かなり楽になったんです。何か上に立ったわけではないんです。恐れて下がっていたところから隣くらいまで行けたような気がしました。これは何をして癒されたとかそういうことではないんですが、ふと心にそういうイメージが浮かんだんです。そしたら私、助けられる。その人たちのことを命をかけて、何か事故が起こったら、今ここで助けることができるという喜びに満たされたんです。このように自分の内側で愛とつながり、エネルギーを満たしていくと、自分も元気になり、なぜかトラブルがみんな勝手に解決していく。逆にずっと相手を恨み、こんなにひどいことをされた、どうやって思い知らせてやろう、こういった思考を何度も繰り返していると、傷口はどんどん広がります。奪われたエネルギーを奪い返そうとしない方が良い理由は、相手の中に入ったエネルギーは常に奪い合いのエネルギーを含んでいるんです。だから相手がどんなにエネルギーを奪い、マウントを取っていても、ここから取り戻すと、その争いのエネルギーが自分の中で争いや不幸を次々と生み出して、傷口を広げていくような形になってしまうのです。ある程度癒された後でも、それでもどうしても消えない恐怖が残っていました。それは席がないという状況。満員の喫茶店が苦手で、人がぎっしりいる場所にいると呼吸が浅くなる。去年の夏、北海道へ行くために空港で飛行機を待っていた時もそうでした。遅延で搭乗者が全員待合所に集まり、席がぎっしり埋まった瞬間、恐怖がこみ上げてきました。そうするともういても立ってもいられないんです。呼吸が浅くなって怖くて、みんなが自分を見ているような気がして、大人になって大人数の前で講演をするような立場になってもなおです。怖かったんです。でもその時は逃げずにその場に止まってみたんです。ぎゅうぎゅうの座席、席は見つからない状況。その瞬間突然、中学生のあの日の光景がリアルに蘇ってきました。ああ、これはあの時の再現なんだ。そう気づいたんです。だから私は席がないイコール怖いと感じていたんだと、やっと理解ができました。そこで心の中で中学生の自分に声をかけました。大丈夫。誰もあなたのことを笑ってなんかいないよ。私がそばにいるからね。席がなくても大丈夫。本当に大丈夫だよ。子供を優しく抱きしめるような気持ちでただ寄り添いました。すると不思議なくらいスーッと恐怖が通り過ぎていったんです。その時思いました。あ、私乗り越えられた。そんな風にして私は自分の過去を一つ一つたどり、子供の頃の自分を追いかけていきました。そして行き着いたのは0歳の私でした。私のトラウマは実は生まれた頃から始まっていたのです。私の家は商店街の一角にある長屋のような店で、1階はお店、その奥に小さな部屋があり、私はそこに寝かされていました。母は店で忙しく働いていました。なんでかわからない。自分でもわからないんですけど、自分が泣くとお母さんが
ご近所の方やらお姑さんに怒られる。だから泣いてはいけないということを自分に課していたみたいなんです。のれんのすぐ向こうにお母さんがいる。でも呼べない。泣いて呼んだらいいんです。赤ちゃんなんだから。でも、泣いたらお母さんが怒られるの分かっていたから泣けなかった。それが自分の中にどういうふうに残っているかというと、私のためにこうしてほしいと言えない。お願いをするとなぜか必ず無理と言われる。不思議なほど。それが例えば家族のためとか娘のためとか他の人のためならすんなり通るんです。面白いですね。私の望みだけを叶えることができないんです。そんな感覚を50年以上ずっと抱えて生きてきました。今は自分の収入で自由に生きられるので、ほとんど困ることはありません。欲しいものがあれば買えばいい。それでも家の中でこうしたいと伝えたとき、なぜかあれはちょっとって言われます。主人がまるで当時ののれんの役割をしていてくれているようでした。私が0歳の時泣けなかったことを泣けるために、のれんの役割をしてくれている。立ちはだかってくれてるんです。だから、自分の内側の0歳の私に言いました。泣いていいよ。うわーんって、うわーんお母さんって呼びなさい。自分の内側の赤ちゃんに向けて、泣くことを許す言葉をかけていきました。わーんお母さんって呼んでもいい。もしお母さんのことを誰かが傷つけたら、今の私が守るから。私は大人だから、絶対にあなたを守れるから。だから、泣いていいんだよ。心の中で何度も何度も声をかけました。うわーお母さんって呼んでいい。そう言いながら、わーんお母さん助けてお母さんって自分の内側の子に言うんです。わーんお母さんお母さん。もっと呼んでいい。もっと泣いていい。今なら私が守ってあげるから。そうしてわーわー泣かせると、どこかで通り過ぎるんです。面白いことに。満たされたような感じになる。0歳の私をずっと抱っこして、何でも言っていいよ。いつでも泣いていい。私が立ちはだかってあげる。私が守ってあげる。だから君は泣いて欲しいものを欲しいと言っていいよ。これから私たちで欲しいものを欲しいって言いながら、いいよって言ってもらえるまで、こうやってずっと生きていこう。これがお母さんを呼べなかった0歳児が引き起こしてきた私のブロックです。このブロックとともに今の私が共にのれんを越えて親を呼ぶことができた。辛かった記憶が自分の中でつながり直すことができた。おそらく自律神経の中に記憶や体の感じ、封じ込めが行われているそうなので、自律神経のつながり直しや情報の入れ替えのようなものが起きたんだと思います。そして私は泣けるようになった。何の力みもなく、ああしてほしいって言えるようになった。面白いんですけど、先日絶対断られるだろうなと思いながら、主人にこういうふうにしたいって言ってみたんです。そうしたら、いいよって、ちょっとガクってくるぐらいの感じで、あ、本当に解けたんだ。本当に私これやりたい。お母さんここに来て。お母さん助けてって言えるようになったんだと。0歳児から今までの私が全部つながり直せたんです。
いかがだったでしょうか。ひどいことをされたと恨み続けていると傷口は広がります。かといって何とか許そうと思ってもそれも難しい。ただ、自分の内側の反応に気づいている。何とかしようとしない。押しやらない。否定しない。寄り添っている。それによって内側で愛とつながり、エネルギーが満たされていきます。自分の内側で愛と源につながって、自分を愛で満たすことができるようになった人は、人類の中からブラックホールを一つ削ったことになるのです。癒しは周りの人にも伝わっていきます。私たちが自分を癒し、つながり直すと、人類からブラックホールが消えて、癒しのエネルギーが外側の世界に広がっていきます。